様こんにちは、セリナです。今回は2023年上半期に購入した約135点の新作デパコスの中からマイベストコスメをご紹介していきます。上半期も素敵なコスメがたくさん発売されて、それぞれのカテゴリーで一つに絞るのがとても難しかったですが、いろいろなアイテムと組み合わせて使用してみたり、実際に何度か使用していくうちにお気に入りになったアイテムをご紹介していきたいと思います。前回の動画ではオーチェ、マキア、美的、アットコスメ、リップスの大手5社のベストコスメランキングを集計して一番多く1位を獲得していたアイテムのまとめ動画などもアップしておりますので、ぜひこちらの動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。それでは2023年のマイベストコスメをご紹介しながらメイクを仕上げていきたいと思います。まず1つ目のアイテムはこちら。イヴ・サンローラン・ボーテのピュアショットエアリーライト UV50 です。こちらは SPF50+、PA4+の日焼け止めに下地効果が入ったアイテムで、2020年に発売されたピュアショット UV のリニューアルアイテムとなります。リニューアル前からみずみずしくて軽くて負担感のない塗り心地と、何よりも皮脂崩れにかなり強くて、時間が経った後の毛穴の開きも軽減してくれるところがとても好きで愛用していたアイテムですが、リニューアル後も皮脂崩れへの強さやテカりにくさ、そして毛穴の開きも気にならないところはそのままに、さらに保湿感がアップした感じがしてとても使いやすかったので、日焼け止め部門一番のお気に入りアイテムとなりました。こんな感じでかなりみずみずしくて軽いテクスチャーですが、意外と程よい保湿感も感じられて、肌になじませていくとすぐに肌表面がサラサラに変化します。ではこちら側半分に塗っていきます。軽くてさらにカラー補正効果もついていないタイプなので、ファンデーションの仕上がりへの影響も少ないので、今使っているファンデーションの仕上がりを変えずに皮脂崩れやテカリ対策をしたいという時にもぴったりです。私は皮脂による崩れが気になる肌タイプなので、こういった長時間さらりとした肌に保ってくれるアイテムはとても活躍してくれています。はい、こちら側半分にイヴ・サンローラン・ボーテのピュアショット UV を塗ってみました。何も塗っていない方と比較しても少しだけツヤが出ている感じはしますが、特に厚みが出てしまっていたり、肌の色が変化している感じはしないですよね。ただ伸ばしきると内側に程よい保湿感は抱えつつも、肌表面がサラサラに仕上がるので、これからの季節しっかりと皮脂やテカリ対策をしたいという方にとてもおすすめな下地です。続いてのアイテムはこちら。ディオールのディオールスキンフォーエバーベルベットベールです。ディオールの下地はもともと愛用されているという方も多い、とても人気のアイテムでしたが、こちらも今年の2月末にリニューアルをして、5社のベストコスメランキングの中でも多くの1位を獲得したこちらのグロータイプとベルベットタイプの2種類に分かれて発売となりました。どちらもとても使いやすいですが、個人的には特にこちらのベルベットベールのフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果がとても綺麗だなと思ってお気に入りになったアイテムです。上半期はディオールのベルベットベール以外にも毛穴対策系の下地も多く発売されましたが、軽くて自然な仕上がりなのに毛穴をぼかすように補正してくれるタイプはなかなかなかったので、厚塗り感は出したくないけれど毛穴が気になるという時によく使用していました。こんな感じでファンデーションのようなカラーがうっすらとついているので、自然な肌色補正効果もあるタイプです。ではこちら側半分に塗っていきます。こういった毛穴対策系の下地はすぐに肌表面がサラサラに仕上がるので、少し伸ばしにくいというアイテムもありますが、こちらのベルベットベールは程よいオイル感もあって軽いテクスチャーなので、肌表面の乾燥が気になる時にもこんな感じでスルスルと伸ばしやすいところもポイントです。はい、こちら側半分にディオールのフォーエバーベルベットベールを塗ってみました。
反対側に塗っている素肌に近い仕上がりのイヴ・サンローランボーテのピュアショット UV と比較すると、よりこちらのベルベットの肌にフィルターをかけたような毛穴ぼかし効果がわかりやすいと思います。まだ下地のみの時点なのに、綺麗に肌の凹凸感がフラットになっていますよね。そして近くで見てもこんな感じで、肌の気になる毛穴や凹凸をフラットにぼかしてくれている感じがわかりやすいと思います。そしてこちらも肌表面はさらりと仕上がるので、マスクをして長時間過ごしても小鼻周りの皮脂によるベタつきやテカリも気になりにくいところがとても使いやすいなと感じています。はい、今回下地はディオールのフォーエバーベルベットベールで揃えました。ではこの状態で続いてはファンデーション部門をご紹介していきます。ファンデーションはこちら、ディオールのディオールスノー UV シールドクッションです。上半期に発売されたファンデーションは大好きなパウダータイプも豊作で、シャネルのパウダーファンデーションとは思えないほどの綺麗なツヤ感や、イプサの軽いのにしっかりと毛穴や凹凸をフラットに見せてくれて、テカリに強い感じもものすごく好きで、5月にリニューアルされたシャネルのレベージュシリーズのクッションファンデーションもハイカバーで陶器のようなツヤが出るところがとても綺麗で、本当に悩みましたが、リキッドタイプ、パウダータイプ、そしてクッションタイプなどの全てのカテゴリーを合わせても一番この上半期に使用する回数が多かったのがこちらのディオールのスノークッションでした。スノークッションは肌から浮かないようなとても自然な仕上がりなのに、ピンクの発光感を感じるような絶妙なツヤをまとえるファンデーションで、この絶妙なツヤのピンクの効果で首からは浮かないのに自然に肌に透明感を与えてくれるところがとても好きなのと、塗りたてからクッションファンデーション特有の油分によるベタつきを全く感じさせないところが、気温が高くてマスクによる蒸れなども気になるこの季節にもものすごく使いやすくて大好きなファンデーションです。ではこの上に塗っていきたいと思います。カバー力はハイカバーすぎずナチュラルすぎずなタイプなので、厚塗り感が苦手という方にもとても使いやすいと思います。カラーは3色展開のうち一番ナチュラルなカラーを使用していますが、それでもこんな感じで自然に肌に透明感が出てくれます。はい、こちら側半分にディオールのスノークッションを塗ってみました。下地のみの方や首元と比較しても白く浮いてしまっている感じはしませんが、顔を動かした時にこんな感じでピンクのニュアンスのツヤを感じるので、このツヤの効果で自然に肌に透明感を与えてくれている感じがわかりやすいと思います。そしてこれだけ綺麗なツヤ肌に仕上がっているのに、肌表面は油分っぽさや重たさやベタつきを感じないような仕上がりなので、ファンデーションの油分っぽさや重たさが苦手という方にもかなりおすすめです。ただこちらのファンデーションはスキンケアラインから発売されているだけあって、油分っぽさやベタつきは感じないですが、パサパサになってしまうという感じでもないので、近くで見てもこんな感じで綺麗にファンデーションが肌に馴染んでくれます。そしてこれだけ仕上がりも質感も綺麗なのに、ケースと本体の他にもレフィルも一つセットになっているので、ディオールのベースメイクアイテムの中ではかなりリーズナブルな方なんじゃないかなと思います。クッションタイプのファンデーションはリキッドファンデーションよりも早く使い切ってしまうという方も多いと思うので、もう一つレフィルがセットになっているのはとても嬉しいですよね。では続いてのアイテムはこちら、ジバンシーのプリズムリーブルスキンケアリングコンシーラーです。大手5社のベストコスメランキングの中でもかなり人気だったディオールのリニューアルをしたコンシーラーも使いやすかったですが、こちらのジバンシーのコンシーラーは美容液のようなみずみずしい塗り心地とツヤが出る質感がとても綺麗で、カバー力はナチュラルなタイプなので、カバー目的というよりもオンライン会議をするときやベースメイクを簡単に済ませたいという時にとても活躍してくれたアイテムでした。これ一つで仕上げるのも綺麗ですが、
個人的には同時に発売されたカラーコレクターのグリーンやブルーと合わせて使うと、自然ですがカラー補正効果で肌の気になる部分をカバーしてくれる感じがとても好きです。今回はすでにファンデーションを塗ってあるので、目の下の広範囲にツヤ出しとして使っていきたいと思います。こんな感じでかなり伸びが良くてみずみずしいので、急いでる時や乾燥が気になる肌状態の時にもすごく伸ばしやすくて使いやすいです。そして伸ばしていくとこんな感じで綺麗なツヤが出てくれるので、ツヤ肌好きの方にもとてもおすすめです。はい、こちら側半分に目の下の明るさ出しとツヤ出しとして使ってみました。このくらいの距離で見ると、ジバンシーのコンシーラーを塗った部分の軽やかなツヤがわかりやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで肌にしっとりと馴染んでくれるようなテクスチャーなので、全然厚塗り感が出ないですよね。こちらのコンシーラーは1本持っていると、メイクにツヤと明るさを出したい時にはもちろん、手早くパパッとメイクを済ませたいという時にも活躍してくれるので、とてもおすすめなアイテムです。続いてはフェイスパウダーです。フェイスパウダーはこちら。ルナソルのスムースクリアパウダー01番のルーセントです。上半期に発売されたフェイスパウダーは肌の上にのせても粉感を感じさせないのはもう当たり前になっているくらい、どのフェイスパウダーも粉っぽさはなく、でも綺麗に肌補正をしてくれたりツヤを与えてくれるアイテムが多かったですが、特にこちらのルナソルのルースパウダーはしっかりと肌表面がサラサラに仕上がって、皮脂や汗崩れにも強いのに、ファンデーションのツヤを消さない、全く粉っぽさを感じさせないところがものすごく綺麗なアイテムだなと思いました。上半期に購入したアイテム全体の中でも特におすすめしたいアイテムです。MAC のルースパウダーも軽いのにサラサラに仕上がって、毛穴や凹凸を感じさせない肌に仕上がるところがとても好きなので迷いましたが、やはりルナソルのパウダーなどにツヤを残してくれる仕上がりはとてもすごいなと思うので、こちらを選びました。付属のパフを使って塗っても綺麗なツヤが残りますが、よりツヤ感をしっかりと残したいという時は大きめのフェイスパウダーブラシで塗るのがおすすめなので、今回はこちら側にトゥーフェイスドのフェイスパウダーブラシを使って塗っていきたいと思います。こんな感じで軽くのせていくだけで肌表面はサラサラに仕上がりますが、しっかりと磨くようにのせていっても、パウダーなしの方と比較してもこんな感じで綺麗なツヤが残っていますよね。はい、こちら側半分にルナソルのルースパウダーを塗ってみました。このくらいの距離で見てもパウダーなしの方と比較してもちゃんとしっかりとツヤが残っている感じがわかりやすいと思います。そして近くで見てもこんな感じで全然粉っぽさはないですが、パウダーなしの方と比較すると自然に毛穴や凹凸をフラットにしてくれている感じがわかりやすいと思います。これだけ綺麗なツヤが残っていても肌表面はサラサラに仕上がって、汗や皮脂にもとても強いタイプなので、ツヤ肌に仕上げたいけれどしっかりと崩れ対策もしたいという時にとてもおすすめです。こちらのフェイスパウダーは今までに使用したフェイスパウダーの中でもかなり上位に入るくらいのお気に入りアイテムです。続いてのアイテムはこちら。ナースのラグナープロンジングパウダー02番です。こちらは6月16日に発売されたばかりのアイテムですが、初めて使った時からすごくいいなと思ったアイテムで、しっかりとブロンザーやシェーディングとしての効果を発揮してくれるのに、肌に綺麗に溶け込むような粉質なので、やりすぎ感がなく綺麗な影をつけてくれるところがとてもおすすめなポイントです。今回はこの後チークもご紹介していくので、シェーディングとして使ってみたいと思います。こんな感じの斜めカットのタイプのブラシを使ってしっかりと重ねていくと、自然ですがしっかりとシェーディングとしての効果も発揮してくれるので、発色を調整しやすいというところも使いやすいポイントです。
はい、こちら側半分にシェーディングとして使ってみました。こんな感じでシェーディングを塗ったところがわからないくらい自然に馴染んでいますが、しっかりと顔をキュッと引き締めてくれる効果も出ていると思います。こちらのパウダーはシェーディングやブロンザー初挑戦という方やカラー調整が苦手という方にもとてもおすすめです。続いてのアイテムはこちら。エレガンスのスリークフェイス N PK の107番です。こちらのアイテムはクリームタイプのフェイスカラーで、特にカラーがしっかりとつくという感じではないので、ハイライトとしてよく使用していますが、クリームタイプ特有のしっとりとした濡れツヤ感は出るのに、肌表面にはベタつきが残らなくて、サラサラな質感に変化するというところがとても使いやすいポイントです。この C ゾーンの部分にのせていきたいと思います。最初はこんな感じで軽いクリームテクスチャーなので肌にピタッと密着してくれますが、タップして馴染ませていくと、このしっとりとした濡れツヤ感は出るのに、肌表面にベタつきが全く残らなくて、サラサラに馴染んでくれます。はい、こちら側半分にエレガンスのスリークフェイスを塗ってみました。C ゾーンに少しのせるだけで、肌に発光感があるようなツヤ感が加わって、とても綺麗ですよね。ただ、これだけしっかりとツヤが出ているのに、肌表面はベタつかずにしっかりとハイライトがフィットしてくれているので、この綺麗なツヤ感を出したいけれど、どうしてもよれやベタつきが気になるという時にもすごくおすすめです。この綺麗なツヤ感とベタつき感を感じさせない質感を両立しているところがすごいなぁと思いました。はい、アイブロウ、アイライナー、マスカラはいつものアイテムで仕上げたので、続いてのアイテムはこちら。エレガンスのフロッキーアイブロウマスカラ BR の20番です。エレガンスのアイブロウマスカラはこちらのブラウンの他にもピンクブラウンやカーキ、グレーなどの4色展開となっていて、カラーのニュアンスがとても可愛くて発売前から話題になっていたアイテムですが、個人的にはこの絶妙なカラーニュアンスはもちろん、しっかりと眉をカラーリングしてくれるタイプなのに毛がベタッと出てしまうことがなく、アイブロウパウダーで仕上げた時のようなふんわり感を残してくれるところがものすごく綺麗な質感だなと思ったアイテムです。こちらは購入してから毎日使い続けているアイテムです。そしてこちらの BR の20番はこんな感じで少しピンクの要素も感じるような柔らかいブラウンカラーなので、こういった絶妙なブラウンカラーもなかなか珍しくてお気に入りポイントです。こんな感じでマスカラ液はみずみずしいタイプですが、全然ベタっとする感じがしなくて、乾いていくとすぐにふんわりとした質感に変化します。はい、こちら側にエレガンスのフロッキーアイブロウマスカラを塗ってみました。ペンシルとパウダーのみの方と比較してもこんな感じで、綺麗にふんわりとした質感を保っていると思います。顔を動かしても毛が固まって見えてしまうということもないので、眉マスカラを使うと毛がベタっと出てしまう感じが苦手という方にもかなり使いやすいと思います。続いてはアイシャドウです。アイシャドウはこちら。ジバンシーのルヌフジバンシーナンバー09です。アイシャドウはエレガンスのエタンセルアルモニアイズの03番と最後までかなり悩みましたが、ルヌフジバンシーは一見9色とも温かみのあるローズカラーでまとまっているパレットなのかなと思いますが、意外と1色ずつで仕上がりのイメージが違うのと、4色から5色を使ってしっかりとグラデーションを作っても素敵だし、2、3色でまとめてもこなれ感のある仕上がりにまとまるというところがとても使いやすくて、上半期の中でも特に活躍してくれたアイシャドウパレットでした。今回はこの9色の中でも特にお気に入りのカラーを使ってメイクを仕上げていきたいと思います。まず中央の段の左のカラーを指に取ってアイホール全体にのせていきます。9色の中でも個人的には特にこちらのカラーがお気に入りで、
一見ベーシックなブラウン系のツヤカラーに見えますが、角度によってブラウンからくすみローズのニュアンスを感じられるところがものすごく素敵なカラーだなと思っています。一色でもしっかりとカラーがつくので、目元に陰影とこのパールによるツヤ感で立体感も出せるので、一色でメイクを仕上げたいという時にもおすすめなカラーです。続いて3段目の右のカラーを指に取って、上まぶたの目の際から目を開けた時にカラーが見える位置までのせていきます。このくすみカラーを重ねることで一気にクールな印象に見せることができて、このクールなカラーがジバンシーらしくてとても素敵だなと思います。今はツヤの出るメタリックタイプの上に重ねていますが、こちらはソフトマットな質感なので、ベースに塗っても肌に綺麗に馴染んでくれて素敵です。続いて中央の段の右のカラーを付属のブラシの平筆の方に取って、下まぶたのまつげの際にのせていきます。こちらもしっかりと発色をするくすみローズ系のカラーなので、このカラーを下まぶたに入れるだけで一気に今っぽい目元に仕上がります。最後に中央の段の真ん中のカラーを指に取って、上まぶたの黒目の中心にのせていきます。こちらのカラーはこのパレット唯一のパーリータイプというしっかりとしたラメ感を感じられるカラーです。ベースに深みがあるカラーをのせておくと、よりこのラメの感じが際立ちます。はい、ルヌフジバンシーナンバー09、4色を使ったメイクが完成しました。全体的にくすみ系のローズカラーでまとめて仕上げてみました。ベースに使ったツヤ感のあるメタリックタイプが特にお気に入りのカラーで、このカラーを塗るだけで一気に目元に立体感を出して見せてくれます。今回のようにローズ系のカラーでまとめても大人っぽさが出て素敵ですが、パレットの中に入っているオレンジやピーチ系のカラーを使ってもまた違ったイメージに仕上がっておすすめです。こちらのパレットはメインチャンネルとサブチャンネル合わせて合計5パターンのメイクルックもご紹介しておりますので、ぜひ他のメイクパターンも参考にしていただけたら嬉しいです。続いてのアイテムはこちら。ディオールのディオールスキンルージュブラッシュ。サテンタイプの343パナレアです。上半期は新作のチークもたくさん発売されましたよね。どのブランドのチークもカラーが可愛いのはもちろん、質感もとても良くて、大手5社のベストコスメランキングでも1位を獲得していた RMK のピアコンプレクションブラシの10番や、ジルスチュアートのメルティーシュマーブラシの03番の絶妙なコーラルカラーもとても可愛くて悩みましたが、ディオールのチークのこちらのパナレアのカラーが黄みにも青みにも寄りすぎないちょうど中間的なピンクカラーで、どんなメイクにも合わせやすい質感とカラーがとても可愛いなと思ったので、こちらのカラーを選びました。マットタイプの100番ヌードルックのカラーも可愛くて同じくらいお気に入りですが、オーソドックスに使いやすいピンクということでこちらを選びました。サテンタイプはこんな感じでしっかりとしたパールによるツヤも感じられますが、毛穴が悪目立ちしないところもとても使いやすいポイントです。質感もカラーもものすごく可愛いですが、大手5社のベストコスメランキングではあまり選ばれていなかったのが意外でした。はい、両方の方にチークを塗ってみました。しっかりとパールによるツヤ感も感じられるタイプなので、顔を動かした時の立体感も綺麗ですよね。でもこんな感じでしっかりとパール感は感じられますが、パールによって毛穴が悪目立ちしてしまうということもないので、ツヤタイプのチークを使いたいけれど毛穴が目立ってしまうのが気になるという方にもとても使いやすいと思います。ローズ系のアイシャドウとの相性も抜群です。続いてはこちらのアイテムです。NARS のアフターグローリップバーム
03251ラグナのカラーです。こちらも先ほどご紹介したブロンジングパウダーと同じ6月16日に発売されたアイテムですが、過去に限定色として発売されてかなり人気だったアイテムが復刻をして新色として登場したリップです。見た目だとこんな感じのヌーディーなベージュカラーなのかなと思いますが、唇にのせるとこんな感じで、唇の元の血色感が程よく透けてくれて、ヌーディーで上品なベージュブラウンの中に程よいヘルシーさも感じるような絶妙なニュアンスに発色してくれます。こんな感じでしっとりと保湿感もあり、色付きリップのような感覚で使えるところもとても好きなポイントです。ヌーディーカラーのリップがお好きな方にはかなりおすすめなアイテムです。それでは最後のアイテムです。最後はこちら。スックのトリートメントラッピングリップ02番の淡羽色です。上半期はリップカラーの新作もたくさん発売されましたが、特に口紅タイプよりもリキッドリップタイプが豊富でしたよね。その中でも特にこちらのクレドポーボーテのルージュクレームマットとディオールのアディクトリップマキシマイザーとスックのトリートメントラッピングリップで最後までかなり迷いましたが、滑らかな塗り心地で程よいしっとり感があるのにベタつき感がないところと、元の唇の透け感とカラーの発色具合のバランスがとても良かったスックのトリートメントラッピングリップが上半期の中でもよく使用したなというアイテムでした。こちらのリップは同時に発売された限定色も含め全色を購入してレビューしましたが、最初にご紹介した時はこちらの03番のみつこめというカラーのしっかりとしたイエローカラーと唇の血色感が混ざり合った時のカラーがとても可愛いなと思っていましたが、こちらの02番の淡羽色の赤みを抑えたキャラメルベージュのカラーがいろいろなメイクに合わせやすくて、5色の中でも特にこちらのカラーを使用することが多かったです。こんな感じで乾燥が気になる状態の唇にも滑らかに伸び広がってくれます。特にパールやラメ感などは感じないですが、このツヤで唇をプルンと見せてくれるタイプです。はい、唇にのせてみるとこんな感じです。しっかりとツヤで唇が覆われている感じと、程よく唇の血色感が透けるところがとても可愛いですよね。これだけしっかりとツヤが出るタイプですが、唇にベタつきや重さなどの不快感は全く感じないので、唇を滑らかに保湿しつつツヤが欲しいという時にも使いやすいカラーです。はい、ではこんな感じで2023年上半期に購入した約135点の新作デパコスの中からマイベストコスメをご紹介していきました。本当にどのカテゴリーも素敵なアイテムばかりで、一つに絞るのがとても大変でした。特にベースメイクは私自身皮脂によるテカリや崩れが気になる肌タイプなので、全体的にテカリや皮脂崩れに強いアイテムを選びましたが、どのアイテムも崩れに強いからといってパサパサに乾燥してしまうということもなく、乾燥が気になる肌タイプの方にも使っていただきやすいアイテムも多かったので、今期に発売されたアイテムは比較的肌タイプ問わず使いやすいアイテムが多かったんじゃないかなと思いました。ぜひ皆様の2023年上半期のマイベストコスメもコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。